今回のテーマは AD 値とメトリックの違いというテーマで皆さんと一緒に CCNA の勉強会をやっていこうと思っております。AD 値とメトリックの違いはネットワーク勉強し始めた方にとっては特に分かりにくいところかなと思いますので、今日の勉強会をきっかけにですね、一緒に整理していきたいなと思っております。では早速ですが AD 値とメトリックの違いについて挑戦していただこうと思います。あるルーターが宛先ネットワーク 192.168.10.0/24 への経路情報を以下の3つの異なる情報源から受け取りました。ルーターがルーティングテーブルに登録する経路として正しいものはどれですか？経路情報として情報 A、スタティックルーティング、AD 値は1。情報 B、OSPF、AD 値は110、メトリックは10。情報 C、RIP、AD 値が120、メトリックは2となっております。選択肢は1、メトリックが最小である情報 C、RIP、2、AD 値が最小である情報 A、スタティック、3、メトリックと AD 値を足して一番数値が小さい経路、4、3つすべての経路が等コストロードバランシングとして乗るとなっております。選択肢1、2、3、4どれが正解でしょうか？では答え見てみましょう。正解はこちらです。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。はい。2、AD 値が最小である情報 A、スタティックルーティングがルーティングテーブルに登録されます。ということで、ここでは AD 値とメトリックについてお話をしていきたいと思っているんですけれども、いきなり AD 値って何ですよ、メトリックって何ですよとお話しすると、ネットワークを勉強し始めた方からすると少し情報を整理するのが大変だと思うので、最初はルーティングテーブルという言葉から一緒に整理していきたいと思います。ルーティングテーブルというのは、ルーターなどの機器がパケットの転送先を決定するために記録しているネットワークの経路情報のリストのことを言います。わかりやすく言うと、届いたパケットの宛先 IP アドレスを見て、どうやって配送するかを決めるためのリストです。これは流れを見ていくとわかりやすいと思うので、流れを見ていきましょう。まず画面の左側を見ていただくと、ルーターにパケットが届いてますよね。このパケットの宛先 IP アドレスは 192.168.20.5 と書いています。このパケットを受け取ったルーターは、自分が持っているルーティングテーブルを見ます。そしてこのパケットをどのように配送するのかを決めていきます。今回の場合は、宛先 IP アドレスが 192.168.20.5 となっているので、192.168.20.0 のネットワークが属するパケットは GI0-1 から送り出すというルーティングテーブルになっているので GI0-1 から送り出すと、このような流れになっていきます。ちょっとネットワークの知識がないとイメージしにくいところもあると思いますが、簡単にまとめると、ルーティングテーブルっていうのは届いたパケットの宛先 IP アドレスの情報をもとにどのように配送するかを決めるリストですね。ルーターは届いたパケットの宛先 IP アドレスを見て、ルーティングテーブルを見て配送していきますということになっています。今の話がちょっと難しいなと感じた方は、郵便をイメージしても良いですね。手紙が届きます。手紙の宛先を見ます。北海道だったらこのルート、東京ならこのルート、大阪ならこのルートみたいな情報がここに管理されているので、その内容に従って配送していくと、そんなイメージを持っていただければいいかなと思います。まずはルーティングテーブルについてお話ししました。ではもう一度問題を見てみたいと思います。次は AD 値についてお話ししますね。もう一度問題文に目を通していきましょう。あるルーターが宛先ネットワーク 192.168.10.0/24 への経路情報を3つの異なる情報源から受け取りました。はい。各情報源が載っていますね。つまり、あるルーターがこの宛先に行きたければこういう風に行くといいよっていう情報を
3種類もらいましたということですね。そしてその情報は情報 A、情報 B、情報 C ということになっています。で、先ほどルーターはルーティングテーブルによって配送先を決めるとお伝えしましたが、このルーティングテーブルはルーターが最初から持っているわけではありません。このようないろんな情報源をもとにルーティングテーブルを作っていきます。なので、この問題はここのネットワークに行くんだったらこっち行った方がいいよ、あっち行った方がいいよ、そっち行った方がいいよみたいにいろんな情報が今届いているということなんですね。じゃあルーターはどの情報を信じてルーティングテーブルに登録するのかという話になっていきますが、そこで利用するのが今お話ししていく AD 値ですね。では、この AD 値についてお話を進めていきます。AD 値は Administrative Distance の略で AD 値ですね。これはルーターがどの情報を信じるかを決めるための情報です。先ほどの問題のように、ルーターの元にはいろんな情報源からこっち行った方がいいですよっていう情報が届いてきます。で、ルーターはどの情報を信じてルーティングテーブルに載せるのかっていうのを決めなくてはいけないんですけれども、結論としては AD 値が少ない数ほど信頼度が高いです。今回のケースで言うと、3つ情報が届いていますが、一番 AD 値の低いスタティックルーティングが信頼されて、ルーティングテーブルに載るということですね。なお、このスタティックルーティングというのは、管理者が手入力で登録した情報です。なので、管理者がわざわざ設定している情報なので、AD 値はかなり低くなっていて信頼度が高いということになってますね。それ以外の OSPF に関しては、こちらは動的ルーティングプロトコルと言われる部類になっていて、他のルーターさんが教えてくれた情報だと思ってください。非常によく使われるルーティングプロトコルで信頼できますが、デフォルトの AD 値は110となっていて、スタティックルーティングの AD 値には及びません。両方あったら、スタティックルーティングの方が信頼されるということですね。そして最後は、RIP ですね。こちらは AD 値が120になっています。こちらも動的ルーティングプロトコルで、他のルーターさんが教えてくれている情報です。RIP は少し古い仕組みになっていて、デフォルトは AD 値が120になっています。なので信頼度は今回の中では一番低く設定されているということになってますね。先ほどもお伝えしましたけれども、ルーターはこれらの AD 値を比較して、一番数値が小さい AD 値をスタティックルーティングとして採用して、ルーティングテーブルに載せると、このような流れになっていきます。ここまでのポイントをさらっとまとめますと、AD 値というのは、ルーターから見てどの情報を信じるかを決めるための情報です。もし同じ宛先に向かっていろんな情報が届いた場合は、最も小さい AD 値が優先されます。はい。AD 値は数値が小さい方が優先されるという感覚をしっかり覚えておいていただければなと思います。はい。ジャイロさんありがとうございます。AD 値は1か110か120しかないってことですか？はい。質問ありがとうございます。そういうわけではないですね。いろんな AD 値が存在します。1、110、120以外も存在します。そして AD 値はデフォルトだとこの設定なんですけれども、変更することもできたりしますね。はい。いろんな AD 値があるし、必ず OSPF が110というわけでもないっていうところはちょっと付け足してお話ししておきたいかなと思いました。ありがとうございます。では、続けていきます。で、ここまで説明して、正解は2であることは皆さん分かったと思います。はい。3種類情報が来て、AD11 のスタティックルーティングが一番小さいので、この情報がルーティングテーブルに載るということですよね。はい。では、残りの言葉も一緒に学んでいきましょう。メトリックっていう言葉が出てきてますね。このメトリックっていう言葉もすごく大事なので、一緒にまとめて覚えておきましょう。メトリックというのは、宛先までの経路を決める指標のことですね。例えば OSPF のメトリックっていうと、コストということになるんですけど、コストについて説明していきます。まず図を見ていただくと、出発地点から目的地まで3つ道がありますよね。で、上の経路は10ギガ BPS。ここはもう高速道路みたいなイメージですね。で、中央は1ギガ BPS。はい。こちらは、標準的な国道みたいなイメージですかね。
で、一番下の経路が 10Mbps。こちらは、デコボコで狭い砂利道のようなイメージを持っていただけるといいかなと思います。で、送信元から宛先に向かって早くデータを運びたいんだったら、当然上の早い道で選びたいですよね。なので OSPF では、宛先までいろんな経路があるときに、コストという形で値を計算して、コストが一番低い経路を最適な経路として選択します。はい。なのでこのように同じ宛先に対して複数の道があるときに、どの道を使うのか決める判断材料がメトリックです。そして OSPF ではコストという値を使ってどの経路が最適かを決めるということですね。はい。ちょっとメトリックとコストの話がどう違うのかなって最初は整理するのが難しいんですけど、OSPF の場合はコストですし、RIP の場合はホップ数って言われるような別の判断基準があったりします。はい。ただ、メトリックっていうと、各ルーティングの中で最適経路を決めるための指標みたいなイメージですね。はい。OSPF のだと、こういった帯域であったり、そういったコストを使うというところですね。はい。ということで、メトリックのお話をしました。まとめると、メトリックとは、宛先までの経路を決めるときの指標のことですね。OSPF では、メトリックをコストとして算出して最適な経路を決定しています。ということで、メトリックについてお話ししました。では、最後は、トーコストロードバランシングという言葉まで紹介したいと思います。先ほど OSPF は、メトリックとしてコストを利用するんですよとお伝えしましたけれども、もし、同じコストの道が複数あった場合どうしますかという考え方になっていきます。OSPF の場合は、等コストロードバランシングという機能を持っています。等コストロードバランシングっていうのは、宛先までの経路が複数ある場合に、両方とも同じコストだよとなった時に、複数の経路へ分散させて運ぶための手法ですね。上の半分見ていただくと、送信元から宛先まで上の経路も下の経路もコストが20だったとします。コストが全く同じってことはどっちも最適な経路ということですよね。なのでルーターはどちらか一方に絞るのではなく両方の経路を交互に使ってパケットを配送していきます。これが等コストロードバランシングですね。せっかく複数いい道があるんだったら両方を使って有効活用していこうという技術になっています。これが等コストロードバランシングです。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。